どうも、高森です。今回は大企業に入った後に驚いたこと、気づいたこと10個まとめです。大企業に就職を考えている方は参考になった部分を、大企業勤務者は間違っている部分もあると思うので、こうだよねとコメントいただけると幸いです。はい、早速いきます。1個目、育ちがいい人が多いこと。基本は有名大学とか大学院の出身で高学歴、家柄も良かったり、帰国子女が普通にいたり、能力的な水準が高い人が多いですね。マジで変な人が少なかったですね。少ないと言ってるだけで変な人は実際いますね。ここで言う変な人っていうのは典型的なコミュニケーションがしにくい人ですね。質問していることに答えずに延々と自分の話を展開してくるとかそういうのです。たまにですね、怒りっぽい人とかパワハラ気質の人がいたりするんですが、広く見ると落ち着いていて常識人の方が多いですね。なので標準的にコンプライアンス遵守意識が高い人が集まる組織になっていて、人間関係のトラブルとかは比較的少ないかなと思います。自分も3年ほど大企業に勤務していますが、大きく人間関係でトラブってるところは見たことがないですね。高校から大学上がった時にも人の感じが整ってるなぁと感じたんですが、大企業に入った時も同様の感覚でした。まともな人めっちゃ多いなぁと思いましたね。で、大企業のこういう環境は多分に入社面接である程度のフィルターを設けてるからと推察しています。なんだかんだ学歴フィルターはありますし、面接で怪しい挙動をしたり、コミュニケーションに難があると取られると落ちがちみたいですね。大企業だとなんとなく世間に対する顔というか、イメージを担保する必要があるみたいで、どういう基準があるかは不明なんですが、面接とかでその辺を見極めているんでしょうね。面接では人柄を見るっていうのもよく理解できます。2個目、異様に仕事ができる人がいること。部に1人か2人ぐらいですね、スーパーマンみたいな何でも屋さんがいますね。仕事は早いし、質も高いし、ついでに幅が広いですね。仕事の受け口が非常に広いので、基本的に何を相談しても効率いい回答を持っているイメージです。ついでに専門性も極まっていて、特定の技術に対しても非常に強いというところがあります。とりあえずあの人に相談すればどうにかなるだろう的なポジションの人ですね。自分が接してきた限りだと、マネジメントとかではなく、メンバーで50代くらいの優しめのおじちゃんがそういう人かなという印象ですね。失礼ながら入社前はいわゆる働かないおじさんみたいなイメージが強すぎて、こういう人ってあんまりいないんじゃないかなと思ってました。でも実際仕事がバリバリできるおじちゃんはいますので、いいギャップでしたね。で、そういう人に軽く話を聞いてみると、学習意欲が高くて地頭が良く、扱ってる技術分野に対してはほぼ趣味で取り組んでいるみたいな特徴を持っていることが多かったですね。ワークアズライフを体現したような方々で、趣味として仕事してるよみたいな人が多かったです。僕はメーカー勤務なんですが、ついでに言うとですね、そういう仕事ができる人は本社部門とか、工場とか海外駐在とかいろんな経験を持ってる人が多かったですね。本人の能力プラス、経験というところで仕事ができるようになったというのは必然かもしれないですね。で、同じ組織にこういう人がいると非常にありがたいんですが、大企業の文化からするとマッチしているのかはちょっとわかんないですね。市場価値がそういう人は高いと思うんで、他の会社行ってもっと稼げてしまうと思いますし、仕事ができるがゆえにその人に仕事が増えてしまったり、俗人化する一要因になってますね。彼らは仕事を趣味みたいに捉えているので、その辺はどうでもいいという感じなんでしょうね。会社に長く勤めてる方も多いので、愛社精神とかもあるのかもしれないです。3つ目、福利厚生が手厚いことです。世によく言われる各種手当は完備していて、社内設備、社宅、社員寮ほか、でかい企業だけあって一通り揃ってる点がいいなと思います。その他、自己啓発のための参考書代とかが出たり、資格報奨金ですね、が出たりと、社員の学びをサポートする体制が揃っている点もいいかなと思いました。仕事ばっかりだけじゃなくて、社員の生活の質向上も制度として考慮されている点が伺えますね。実際
際利用できる立場になると、この辺のありがたみが分かってきますね。僕はメーカー勤務なので、社員寮とかは入社前にあるかなと思ってたんですが、社員の学習補助みたいなのはちょっと驚きましたね。仕事をしていると勉強意欲があまり湧いてこなかったりするんですが、それは置いておいて、主体的に何か行動を移そうとする人に補助が出るっていう仕組みはいいですね。自分としては諸々の手当をもらってるのと、入社数年は社員寮にお世話になってましたね。あとは資格報奨金リストみたいなのもあったりするので、そこからコスパよくお金をもらえそうな資格はないかなってので、資格取得したりっていうムーブをやってましたね。4つ目、研修制度が整っていることです。自社についてはもちろん、自社製品の技術領域に関する研修とかが充実していて、主体的に勉強しない人でも底上げができるように仕組み化されている印象です。これマストねみたいな感じで研修課題が降ってくるので、社員教育には力を入れているんじゃないかなと感じています。最近はグローバル人材を育てていくというのもあり、語学力強化のための英語とかね、の研修もあったりします。割と研修制度が充実しているっていうのはいいことかなと思ってて、半ば強制的に研修という名目でこういう知識をつけてとお達しがあるのはいいですね。大企業だと持っておくべき知識っていうのが多いのがあって、個人で調べるのは限界があるので、自社的な標準として研修が降りてくるのは、一社員として助かりますね。ただ研修といってもがっつりやるというよりかは、こういうのがあるよという程度でほったらかしにしておくと当然その内容って忘れるんですね。なのでそこをきっかけとして自分で勉強するなどの努力は必要かなと思ってます。研修の狙いとしては知識を増やすことで仕事を効率的に回していくようにするというよりかは、知識を持っておくことで仕事の品質を担保するというところかなと思います。知らなかったじゃ済まされない仕事が普通に若手でも降りてきますからね。法規制とかよくわかんないとこ多いですし、なかなか自分じゃ全て追い切れないです。そういうところで大企業の研修制度っていうのは役立ちますね。ぶっちゃけ大学院の研究室よりかはぬるい環境なのかなと感じます。はい、5個目。法規制やコンプライアンス遵守意識が高いことですね。ISO とかが分かりやすいんですが、でかい組織は当たり前に法規制を遵守したり、高いコンプライアンス遵守意識を持って業務に取り組むことがマストですね。このあたり後に述べる定型業務の多さにつながってきますが、しっかり仕事をしていく上ではこの辺の遵守は重要かなと思います。入社してみて思ったのは、メンバーレベルでもしっかり各種法規制などを学ぶ必要があるんだなということですね。一発の社会人としてこのあたりが必要っていう意識がなかったのは、私として学生気分が抜けていなかった証拠かもしれないですね。あとは各種ハラスメントとか DEI ですね、ダイバーシティインクルージョンに関する教育もなされていたりで、巷でいう新しい価値観みたいなところへのケアも抜かりないですね。特に管理職側に対してはこういったところの教育は厳しくされている印象です。あとは女性社員にとっては働きやすい環境かなと思います。大企業でも女性管理職は増えてきていますし、メーカーの技術職という女性が少ない環境なのもあって、業務の割り振りとかね、メンタルケア、もろもろ上司が気を使っている姿が伺えます。6つ目、定型業務が多いこと。仕事を進める上で書類作って承認取ってみたいなのが非常に多いので、定型業務は多い方かなと思います。というか上流の仕事をするほど割とその定型業務みたいなのが主になるのかなという印象です。調整のための調整とか、会議のための会議、意思決定をして仕事を進めるのに諸々の手続きが必要です。このあたり大企業っていうのは外部にしっかり仕事をしていますよっていう事実を資料ベースで残しておく必要があるので、仕方ないところはありますね。大企業勤務にあたってはこの辺の諸手続きとは離れられないと思います。やっぱりここは実際に仕事をしてみるとその多さが実感できると思います。そんな感じで定型業務が多いのもあって、もろもろを自動化する要求っていうのは出てきていますね。ただ大企業社員の IT リテラシーが正直全然追いついていなくて、ここをうまく回せてないと感じています。簡単な Excel のマクロとかはみんな使ってはいるんですけど、それ以上はちょっと厳しいかなってところですね。スパッと諦めて外注にした方が効率いい気はするんですが、とはいえ IT 人材育成みたいなのトレンドなので、なんとか会社内で業務自動化とかを頑張ろうという動きがあったりなかったりします。で、その割を食うのは大体若手なわけですね。はい、7個目、意思決定のスピードが遅いこと。前の話に続いて定型業務の多さに起因して意思決定は必然的に時間がかかっちゃいますね。トップダウンでバシッと
決まるっていうところはあるんですけど、実際の業務の流れとしては1個上の上司、2個上の上司って感じで回して、最終的な意思決定者というフローで話が進んでいくので、やりたい仕事があったとて実際に着手できるのは数ヶ月後とかがあったりしますね。ここやる気のある若手とかはちょっとモヤモヤするかもしれないです。自分はやる気はある方ではないんですが、仕事はさっさと片付けたいので、意思決定が遅くてタスクが残ってる状態がちょっとだるくてしょうがないですね。その過程で一番驚いたというか、納得したのは、最終的な意思決定者の顔色を伺うっていうのは自然と発生するということですね。その人の承認をもらえないと仕事が進まないというのがあるので、その人におもねるようにもろもろ段取りをする必要があります。なので仕事の妥当性とかもそうなんですが、その人が気に入りそうな話の仕方とか、そういうとこ気を配りますね。一方でトップダウンでドカンと指示が降りてくるのは普通にあるので、非対称性にモヤモヤとすることが多いです。組織で働いていく上ではこのあたり無難にやっていく必要がありますね。8つ目、個人の希望は通りにくいこと。特に入社直後については育成の名のもとに色々やらされるので、業務しかり、時間の使い方しかり、自分の希望通りには過ごせないことが多いですね。新入社員は実力もよくわかんないですし、とりあえず配属、馴染めるように様子見っていう感じが多いんじゃないでしょうか。上司目線からすると、賃金は発生してますが、アウトプットを求めているというよりかは、まず部に馴染んでくれることを求めているっていうところでしょうね。大企業の採用っていうのもだいぶ時間とお金がかかりますからね。最近だと人手が足りない印象もあるので、なおさら新入社員が馴染むことは大事ですね。僕は僕で就職面接時に希望した部署とは違う部署に配属されて地方に行ったり、専門性あんまり活かせない部署で苦労したりっていう感じでした。キャリアプランとかライフプランはなかなか設計しにくいっていうところがそういうところありますね。で、新卒っていう枠に限らず突発的に移動とか転勤ということになったり、やる仕事自体もあんまり選べないということがあるので、主体的に自分でキャリアを作っていきたい思考が強い人には大企業はあんまり良くないかもしれないです。本当に大企業はですね、こういうでかい感性があるので、環境を変えろと簡単にアドバイスする人いるんですけど、相当のパワーが必要であるということは言っておきたいと思います。はい、9個目。評価は雰囲気で行われがちなこと。期末に上司と面談をして成果をアピールする場が大抵あります。で、そういう場だとやっぱり普段ブイブイ言ってたり、声が大きい人が有利なんですね。上司も多くの部下を抱えているので、一人一人の頑張りとかは正直しっかりと見ることは、物理的にできないんですね。なのでアピールの場などで自分はこんなに成果を出したんだぞと引っかかりなく言える人が強いですし、評価も高くなる傾向があります。さっきの希望が通りにくい文化もあって、成果の出やすい仕事、出にくい仕事、どっちが振られるかも運ゲーですからね。とは言ってもあくまで傾向がある程度で、しっかり仕事をしている人はちゃんと評価されていますね。優秀な人は特に何もしなくても上司側から優秀であると判断されているというか、上司も見るとこは見ているんだなというのを感じています。補足すると評価の代償はあるんですけど、直近の給与とかにはほぼ響かず誤差程度ですね。将来的にはそういう評価の積み重ねによって出世できるとかできないとかが決まってくるのかなと思いますが、僕としては気合い入れすぎず働いていきたいので、ほどほどを狙っているというところです。大企業は優秀な人が多いですから、相当能力が高いとかじゃない限り、頑張らないといい評価って取れないですからね。はい、最後、休みが取りやすいことです。最後はシンプル、休みが取りやすいということです。もちろん前提として仕事が忙しい時は休み取りにくかったりするんですが、基本的には休みを取る前日とか、当日休みます連絡で全然休めちゃいますね。これは本当に良かったですね。僕は働かなくていいなら働きたくない人間ですからね。結局ここに希釈しますね。マジで休みたい時に休める。これ本当に重要です。休みに対する価値観は部署によるというところもあるんですが、全体的に休むことは大事という価値観が浸透している印象です。あとはどうしても休みたい時はその旨を上司に言えば大体通りますね。新卒の時はビビって有給取るのをためらっていたんですが、今はもう休みたいなと思ったらサクッと休んでますね。
有給の取得理由とかも言う必要はないので、本当休みは取りやすいです。あと大企業は法規制とかコンプラ遵守意識が高いことは先に述べたんですが、年5日は普通に休むことができます。事業上によっては年10日休もうねとか目標が設定されるので、積極的に休みを取りましょうという雰囲気です。自分はまだ一発のメンバークラスなんでこの感じで働けてるんですが、管理職になるとちょっと話は変わってきそうかなと思います。というのも管理職になると裁量労働制というか年俸制になるところもあるようで、働こうと思えばどんどん働けてしまうみたいですね。自分の上司も勤務時間めちゃめちゃ長いみたいで、日々疲れ切ってますね。この辺は上司の働きとかも眺めつつ、自分の理想の働き方を目指していくっていうものかなと思ってます。はい、今回は大企業に入ってみて驚いたことや気づいたことを10個まとめてみました。大企業の雰囲気を理解する一助、あるいは何かしら共感のきっかけになりましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。